台北から片道1時間で行く台湾の港町キールン。この町名物の妙高夜市で美味しいものを食べ尽くす。来ました。よっしゃ来ました。キールンの、妙高夜市です。前回はこのキールン、台北から1時間ぐらいで来れる街なんですけど、この街の、1日観光、日帰り観光の動画を出して、今回はここの街で有名な妙高夜市を撮ろうと思います。はい、食べましょう。いっぱいもうお腹減ったいっぱい食べよいやでも夜市来るとさ、マジでテンション上がるう全部美味しそう。そう何でも揃ってるよね。布団が売ってたり、もちろんご飯もあるし、で今日木曜日だけど、木曜日でこのにぎわいだから、本当に毎日お祭りだよね。確かに土日とかものすごいもんね。すごいここめっちゃワクワクする。この布団で寝たいふかふかそうね。まずですね、こちら棒状の棒状っていうじゃん、棒状の餃子、ね、珍しいよね。初めて。そうだね、焼き餃子みたいな。ここねすごい並んでたから、美味しいかなと思っていただきます。わー美味しそう。出来たてはどう？サクサク。うまい。うまっ。生地がサクサク。この生地の焼き具合、蒸し具合、完璧。この表面のところはめっちゃカリカリしてるんだけど、こっちの蒸しで柔らかくなった部分がすっごいもちもち。で中は多分ニラとお肉なんだけど、すごいニラが効いてて、結構私好み。なんかこの棒状なの初めて見たけどめっちゃ美味しいね。そうだね、なんか日本の、焼き餃子って結構完全に包むけど、これは完全には包まずに、ね、くるんでるみたいな。結構ニラのシャキシャキ感がね残ってる感じで、いやうまい。やっぱ餃子系めっちゃうまいね。いやもう圧倒的。申し訳ないけど、もう日本の餃子チェーンはねどこも行けなくなってしまうね包み系美味しい。買えた。優しかった。すごい。なんかこれフロックなのって聞いたら、いやフロックじゃないけど、なんかこのボバがフロックのあれに見えるから、卵かな、に見えるからフロックって言ってるだけだよって感じだった。なるほど。多分。でもボバって言ってたね。可愛い。これ可愛くない？可愛いちょっと確かに。てかカエルの絵がリアルすぎる。どう？お味は？美味しい。これ美味しい。美味しいこれ。なんか英語でちょっと話してくれて教えてくれたんだけど、ボバが入ってるこのスープみたいなやつがそもそもティーと一緒にボバをこう作ってるから、それにミルクを入れるだけなんだって。なるほどね。普通のところはティー、ボバ、ミルクって分けるけど、ここはボバとティーが一緒で、それにミルクを混ぜるだけ。美味しい。やっぱ台湾といえばボバミルク。なんか濃厚な感じだね。ここ。わあ、もう美味しそうなものがありすぎてなかなか店が決められない。このなんかさ、この横にあるさ提灯が光ってる時もあるけど、今日はちょっと光ってないよね。でもこの提灯があるところがこの妙高夜市の一応メインロード。ここにもお店がぎっしりこう
ある。ここランチもやってるんだよね。そう、ここ夜市なんだけど、昼もやってるの。そう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 。面白いよね。この左手にお寺がありまして、このお寺を中心に夜市ができてますね。こうやってなんか散策するだけでもね、楽しい。楽しい。これは結構どこの国でもそうだと思うんだけど、私結構夜市のね攻略方法を見つけました。お、ちょっと教えてくださいよ。ね、人が入ってるところが美味しい。当たり前だったね。夜市だけじゃないの。全てに当てはまる。でもなんかやっぱいくらメニューとかに日本語が書いてあったり英語が書いてあって、そこが入りやすいなって思っても、人が入ってなかったらやっぱ微妙だったりするから、なんかローカルな人が入ってるところがやっぱり美味しい。台湾はそれが結構顕著な気がする。確かに。みんな知ってるよね、美味しいとこ。あと同じお店でもその入ってる入ってないが結構差があるから。同じお店？同じ、例えばルーローハン屋さんだとしても、こっちめっちゃ入ってるけどこっち全然スカスカみたいな。台湾人の嗅覚すごいから、それを信頼すれば絶対に美味しいとこたどり着ける。嗅覚と味覚が。嗅覚と味覚ね。ショットさん見えますか？ここの一口工場。一口。結構人、まあ今ちょっとあれだけど、どんどん人が入ってるんですよ、ここ。ここはじゃあ、ね、並んできます。一口ソーセージいただきたいと思います。はい。これはね、ニンニクをぶっ刺してニンニク先食べてソーセージ食べるのがローカル流だそうです。へえ、そうなんだ。生ニンニク辛っ。そこにソーセージ。口の中どうなってる？ニンニクと。めっちゃフュージョンする。ニンニクの辛さが一気にこのソーセージによって中和されて、このやっぱニンニクのアクセントがいいね、やっぱりね。このソーセージ台湾風ソーセージらしいんだけど、ちょっと甘め。でもすごい肉感がすごいしっかりしてるから、食べ応えめっちゃある。前回同様、またまたルーローハン屋さん来ちゃいました。これだけはね、やめられない。中毒です。中毒やね。いただきたい。いや、ここのルーローハンは本当に美味しい。安定。やっぱ夜市来たら、ここは必ず来ていただきたい。本当に。ここは昼もやってるので、夜は時間ない方でも全然来れますし。マジでうまい。お肉はもうトロットロですわ。もう何年煮込んでんだっていう感じですね。100年煮込んでるからね。100年煮込んでる。100年洗ってないもん。多分これ100年前の切れ端とかがそれぐらい煮込みすぎてるぐらい美味しい。マジで来てください。美味しい。美味しいね。ルーローハンを食べ終えてデザートに行きたいところなんですが、このキールンのミャオコー夜市でね有名なパオパオビンっていうあわあわ氷っていうのかな、アイスみたいな感じなんだけど、ここ夜市の中にあるやつもいいんだけど、Google の評価見たらその夜市からちょっと離れた場所になんか店舗としてね構えてるそのお店があったから、そっちちょっと行ってみたいなと。ここから近いんだよね。ここからすぐ近く。あ、じゃあそっちの方がいいかも。行ってみよう。行ってみようか。ありました。あったー。パオパオビン。パオパオビン。これはユアンドンって書いてある。店内かわいい。ね、入ろう入ろう。こちらピーナッツアイスクリームですね。頼みました。夜市からちょっとね歩いてきたけどめっちゃ近い。本当に近い。1分とか。それぐらいで。このピーナッツアイスすごい気になってて、この撮影のためにねずっと我慢してジムの後ちょっと寄ろうかと思ったけどダメだ、撮影がある。
我慢してたんだ。じゃあいただきます。はい。どうですか。想像以上にピーナッツ。へえ。なんかこれお豆も入ってんだけど、んお豆も入ってんだけど、うまっ。美味しい。なんかもっとこう、なんていうの、まあ、ピーナッツ風味なのかなって思ってたけど、結構しっかり落花生ピーナッツの味がする。その甘感はあるのそれは。あるかって言われたらないんだけど、ででも普通のアイスより軽い。普通のアイスって結構濃厚じゃん。でもなんかね、まあ、確かにふわっとした感じ、軽さがすごいある。美味しい。美味しい。おすすめ。おすすめ。ぜひぜひ。後味もすごい落花生すりつぶしたっていう感じする。余市名物のなんだろうこれ輪投げゲーム。初めてだね。いろんなタイプのゲームあるけど輪投げは今日の余市の締めに君にプレゼントあげよう。ありがとうございます。なんだかんだこういうアナログなゲームが一番面白い気がする。私の狙いは一番上のウイスキーです。ウイスキーそんな飲まないのに転売目的ですか。ドリンクから行こうかな。惜しい惜しい。とりあえずドリンクから狙います。はい。惜しい。じゃあウイスキーいきます。一番上行かないよな。いやでもなんか行きそうだね。手堅くドリンク。惜しい。入ったビール。すごい。あれ入った。店員さん泣かせの。店員さん泣かせのショット。すげえ。バドワイザーいただきました。それビール？ビール。じゃあ今日の晩餐だね。晩酌で。すごい。まだある。いや今日楽しかったね余市。もう最高でしたね。ご飯どうでしたか余市。もうご飯はね全部美味しかったです。本当に。全部美味しかったんですけどやっぱ特に、やっぱルーローハン。ルーローハンね美味しい。あれだけは本当に、ここ観光来たらキールンに、もうルーローハンだけはもう少なくとも食べてほしいって感じ。でも本当に今日食べたやつ全部美味しかったし。美味しかった。キールンもしこの動画を見て気になったっていう方がいましたら、前回の動画でキールン台北から日帰りで、1日で楽しめるキールンの動画っていうのを紹介してるので、ぜひそっちもね合わせて見てほしいです。じゃあ帰ってビール飲みましょう。飲みましょう。ショートが取ってくれたやつ。やったぜ。